サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。このね、チャンネル名の由来でもあるんですけれども、私、剣道をね、修行してまして、今日はね、剣道や南波の動作を草刈りに応用した効率的な疲れにくい草刈りの方法を紹介します。まずはじめにね、柳生新陰流の教えに、一眼二足三端四力というね、奥伝があるんですけれども、これをね、草刈りに応用しますと、まずはね、見ることが一番大切となります。草の種類、そして地形ですね。こういったものを判断して、どんな刈り方がいいのか選択することが、まず一番大切となります。今回紹介するのは、平らなところのね、草刈り。鬼滅の刃でね、例えるなら、草の呼吸一の型、平面刈りとでもなりますかね。すでにね、草柱になっている皆さんはね、この動画を見る必要はないかもしれませんけれど、この1の方ではですね、体を曲げる、そしてねじる、縮むといった無駄な動きをね、できるだけ排除して、疲れにくい草刈りを目指した刈り方となっています。そして剣道では、手で打っただけの打突は有効打突になりませんので、手と足、そして気持ちの一致した、危険体一致した草刈りとなります。この刈り方で大切なのは、手と足の動きを一致させるところにあります。そして腰をねじらないで、胸郭と骨盤を平行に保つことが大切となります。右足が前に出るから右手が前に出る。左足が前に出るから左手が前に出る。というように、手と足の動きを一致させることが大切となります。ご覧いただいているように、腰と胸郭の動きを平行に保ちます。上体をねじりますとね、腰に負担がかかってしまいますので、このように上体はねじらずに草刈りを行っていきます。このようにね、手と足の動きを一致させるっていうのもね、やってみるとね、意外とね、難しいんですよね。今まで染みついた動きがありますから、実践にね、投入する前には、素振りや稽古を積んでいただいて、実践で試していただければなというふうに思います。そして上体も何もね、使ってないわけではなくて、肩甲骨と、肘を柔らかく使って草刈りを行っていきます。今はね、少し大げさに肩甲骨の方を動かしてるんですけれども、実際の草刈りの中では、肩甲骨と肘をですね、柔らかく使って草を刈っていきます。そして実際の草刈りの中では、一つ一つね、動作を止めるわけではないので、一連のつながった動作となります。映像の中では、ちょっとオーバーにね、動作をやってますので、前に出るね、歩幅を大きく取ってしまってるんですけど、実際に前に出る歩幅というのは、10センチからね、15センチぐらいの、踏み出し幅としてください。そして足の間隔はですね、肩幅ぐらいに取っていただけるとちょうど良くなると思います。そしてね、意外に大切なのがこの左足の引き付けです。チップソーの場合ね、一振りで切れる幅が約10センチですから、一歩の幅も10センチが一番効率のいい歩幅になると思います。チップソーを左から右に戻すときにもね、このチップソーのね、先端の3、4センチぐらいはね、草を切ることができるので、戻す際にも、若干草を刈って、効率よく草を刈っていければいいなというふうに思います。
さあ皆さんどうだったでしょうか。今回はね、こんな草刈りの方法もあるんだっていうのをね、知ってほしくて、動画にしてみました。草刈りっていうのはね、剣道や、ゴルフとかもそうですけれども、先生に教わったりしながら、そのスイングとかね、素振りっていうのを自分なりのものにこう決めていくんですけれども、草刈りってね、見よう見真似でね、やっぱり始める方が大半だと思うんですよね。それですんで、一人一人の形があると思います。それですので、突然真似をしてね、怪我をすることがないようにご注意をください。そして草刈りをね、安全に作業するために、一番は見ることですので、草の種類や地形をしっかり観察や予測をして、その状況に合った技を繰り出して草刈りをしていくことが大切だと思います。皆さんもね、草を片側に寄せていく刈り方ですとか、水路に草を落とさない刈り方、そんないろんな技をきっとね、お持ちだと思いますので、共有していけたらなというふうに思います。今日は剣道の技術を使った草刈りを紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。